軟水が推奨らしいです。大阪は軟水なので相性が良くて、じゃあデメリットはないんかって言ったらしっかりあります。 pH7 の中性なので。天満屋 TV ピンポーン。こんにちは、研磨屋のアナです。今回は検索液についてです。皆さんはどんな検索液使ってますか？いろいろメーカーさんあるんですけども、有名なところで言えば車とかのオイルで有名なカストロールさんとか砥石メーカーさんが扱ってる検索液とかいろいろあるんですけども、でSNS を結構やってたらどんな検索液を使ってるのですかって聞かれるんですけども、いろんな砥石とかでも何でもそうなんですけども、うちでこんなん使ってますよっておすすめして、いや削れへんかったやんけとか全然これあかんやんって言われても、僕はごめんなさいぐらいでしか無理なんで、何も保証ができないので、あんまり言ってしまうと合わないやつやったらすごく申し訳ないのであんまり言わないんですけども、検索液いろいろ聞かれるから、今回はちょっとお答えしてみようかなと思います。なので、僕が使ってるやつとか、過去に使ってるやつとかなので、皆さんが使用してやっぱり砥石とかその検索されるワークとかで全く合わないこともあるとは思いますので、その辺は興味半分ぐらいで見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ということで、僕が今使っている検索液はこのブラザースイスルーブさんのやつを使っています。うちの動画を結構見てくださってる方はご存知だと思うんですけども、後ろのだいぶ前からある検索液のろ過装置の上にこっそりではないですけども、ずっとこのブリキの箱をずっと置いてます。ジムトフとかでも日本支社の方が出展されてていろいろ話聞けると思うんですけども、僕青色が好きなのでこの色に惚れました。この青色がすごい、カメラで映るとどういう青色になるかはわからないですけども、すごく鮮やかな空色っていうんですかね。ポカリスエット、清涼飲料水ですね。青色のやつよりちょっと薄い感じの青色、青色も好きなんですけども、この青色も好きで、とにかくこの青と白のこの色が好きでちょっと気になってこれにしました。以前使ってたのは前回油屋さんとコラボした油屋さんのメーカーさんのやつを使ってて、その油屋さんといろいろ相談しながら使ってて、でその前はこの機械を購入したての10年ぐらい前はカストロールさんの 81E とかいうやつを使ってました。それを使ってたいきさつは、とにかく塗装が剥げにくいと言われてたんですけども、剥げにくいっていうだけで、10年使ってたら主軸台のところです、ちょっとベリベリめくれちゃったりとか、もういろんなところの塗装が劣化してて剥がれちゃって、仕方ないんですけども、10年にしてはまだ塗装が剥がれてないので、カストロールさんの 81E 効果あったのかなと思います。カストロールさんの 81E もステンレスとか削れやすいよみたいなのがカタログに書いてたりとかもしてたので、うちは軟削剤ステンレスとかも結構削ったりするので、塗装が剥げにくいのと軟削剤が削れやすいっていうので導入しました。ちょっと高かったんですけども、いいかなっていう感じです。このブラザースイスルーブさんのやつは基本的に検索液ってアルカリ性よりなんですよね。弱アルカリとかアルカリなんですけども、これはなんと中性らしいです、カタログの数値によると。なのでこの肌ですね、体の体内って確かアルカリ、弱アルカリかアルカリなんですけども、皮膚表面は弱酸性で CM でもよくある弱酸性とかいうやつボディシャンプーですね。ああいうのも弱酸性って言うてるぐらいやから、おそらく弱酸性なんで、皮膚が弱酸性やのにやっぱり検索液が弱アルカリ性とかアルカリ性なんで、交互してるバリアを剥がしてしまうので、手が荒れたりとか、でそれでいろいろ検索液変えたりとかも、もちろん削りやすいの第一なんですけども、やっぱり体にもすごい悪影響を及ぼしてるっていうのがもう皮膚の状態で分かったので、これもちょっとなんとかしないとあかんなっていうので、これが中性っていうのを言われたので、安心なのかなと思ってこれにしました。pH 試験ペーパー的なやつも持ってて、いわゆるリトマス紙の
ちょっと色がいっぱい見れるやつ、 pH7 が中性なので、今からちょっとこれがほんまに中性なのか一回見てみます。ちょっと見えにくいんですけども、ここにあるので、ここでこれをちょっと見えないですけども、これにつけて持っていきます。これで今これを持ってきて、この pH のやつ当てはまると6ではない、7ぐらい、8よりかな、7かな、9ではないですね。でも8かな、7かなぐらいな感じで、ちょうど pH も7とか8の間で、若干ほんと若干アルカリ寄りなのか中性寄りなのかぐらいのいい感じの pH になってるんで、メーカーさんの説明通り pH は中性ぐらいなのでお肌にはいいのかなと思います。削りやすさは相変わらず良くて、後ろのマグセパですね、マグセパ化へ排出されるのも泡も全然立たなくて、処方性も良くて、じゃあデメリットはないんかって言ったらしっかりあります。 pH7 の中性なので錆びやすいです。今見ていただいてるあそこで、主軸台の真後ろ、あそこはほとんど動かさないでそのままなんですけども、あそこがもともと使ってた検索液はやっぱりアルカリ寄りの検索液だったので、ほとんど錆びなかったんですよね。その浮遊したミストが多分あそこに付着して、やっぱりこのブラザーさんの検索液にして中性っていうのはもうメーカーさんにも説明されてたので、その辺は仕方ないと思って入れてたんですけども、やっぱりあんな感じで結構サビサビになったりとかして、あそこが錆びてるってことは研磨したワークですね、もうちゃんとすぐ拭いて油をしてあげないと次来たら錆びてるっていうこともあるので、その辺は気をつけて防水をしっかりしないとダメなところが1点あります。であとはデメリットといえばそれぐらい、あとは高いあとこの僕が使ってる検索液は違うんですけども、ブラザーさんの一部の商品はエステル油ベースって言って、エステル油って言って植物性の油脂性をベースにした植物由来のやつを使ってたりとか、結構環境とか健康とかを考えて作られてる検索液も多くて、僕が使ってるやつは植物性のはないんですけども、それも考えての中性なのかなって僕は勝手に思っています。僕が使ってるやつは軟水が推奨らしいです。大阪はいろいろ水道局のやつとかも調べると軟水なので、軟水やと結構相性が良くて効果を発揮するみたいで、うちは大阪で調べたら軟水って書いてたんで、軟水をそのまま水道水を入れれるので結構相性が良くて、僕は本当いいのかなと思います。そんな感じで一応参考程度に、僕はこんなん使ってますよという参考程度に紹介させていただきました。皆さんどんな検索液、切削液使ってますか？僕は検索液メインで使ってますけども、切削液ってほとんどわからないんですけども、よかったらコメント欄もしくは LINE 公式アカウントの DM でコメントいただけると嬉しいです。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。